青い大理石の傷跡。広大な宇宙の漆黒に浮かぶひときわ鮮やかな青い大理石。それは生命が息づき、文明が花開いた惑星、地球。サロスはこの青い宝石を愛おしむように見つめていた。何十億年という時を超えてこの星に生命の鼓動が満ち、知性が芽生え、そして今瞬く間に進化を遂げた人類という種がその表面を覆い尽くしている。サロスは遥か昔からこの星を見守ってきた監視者の一員だ。彼らの種族は宇宙のあらゆる場所に散らばる生命の萌芽を観察し、記録することを生業としている。介入はしない。ただ見守る。それが彼らの掟だった。しかし最近の地球の状況はサロスの心を深く揺さぶっていた。かつてこの青い星は生命の多様性と調和に満ちていた。豊かな森が大地を覆い、清らかな水が流れ、さまざまな生き物が共存していた。人類もまたその一部として自然と共生しながら緩やかに発展を遂げてきた。しかしある時を境に彼らの進化は加速度を増し、その代償として星に深い傷跡を刻み始めた。サロスは自身の意識を地球の軌道上に展開し、その表面の情報をより詳細に読み取った。都市の光は夜の闇に無数の傷跡のように輝き、その傷跡の奥底では人類の苦悩がうごめいているのが見えた。地球の人口は膨張を続けていた。80億、90億、そして100億へと向かおうとしている。しかしその数字の裏側で富は極端に偏り、一部の者が無限の豊かさを享受する一方で、大多数の人々が貧困の淵であえいでいた。サロスの視点からは地球の表面がまるで巨大なパッチワークのように見えた。光り輝く巨大都市のきらびやかな高層ビル群はまるで空に突き刺さる針のようで、その足元には広大なスラムが黒い影のように広がっていた。見よ、この歪みを。サロスは自身の意識を通じて遠く離れた同胞たちに地球の現状を送信した。彼らは常に静かに、しかし深く地球の状況を観察していた。都市の光の大部分はごく一部の富裕層が住む区域から放たれている。彼らは最新のテクノロジーに囲まれ、あらゆる欲求が瞬時に満たされる生活を送っていた。豪華な住居、高級な食材、最新の医療、そして何よりも時間を金で買っていた。彼らにとって貧困はテレビの向こう側の出来事であり、自分たちの生活とは無関係な遠い物語だった。彼らの間では人工的な肉や野菜、そして合成された宝石が流行し、地球の資源を大量に消費しながらもそれを意識することさえ稀だった。一方、人口の 90% を占める中流以下の人々は日々の生活に追われ、精神的にも肉体的にも疲弊していた。彼らは富裕層が享受する恩恵のかけらさえも手にすることはできず、むしろその陰でまるでアリのように懸命に働き続けていた。サロスは彼らの生活を個々に覗き見た。東の大陸にある巨大なメガロポリス。そこは富裕層のきらびやかなネオンと中流以下の人々のすすけた生活が混在する場所だった。あるアパートの一室ではミカという若い女性がため息をつきながら古びた端末を操作していた。彼女は AI が自動生成するコンテンツの品質管理の仕事をしている。朝から晩までディスプレイの光を浴び続け、無限に生成される画像や動画をチェックし、ガイドラインに沿っているかを確認する。 AI の進化により
彼女の仕事はいつ置き換えられてもおかしくない不安定なものだった。給料は低く、家賃や食費、そして両親の医療費を工面すると手元に残るお金はほとんどなかった。ミカはこの都市の郊外に住む。毎朝満員電車に揺られ、片道2時間をかけて通勤する。疲労は蓄積し、週末はほとんど寝て過ごす。彼女の唯一の楽しみは月に一度妹とビデオ通話をすることだった。妹は地方の工場で働いている。彼女もまた低賃金で重労働を強いられていた。ミカは幼い頃に見た青く澄んだ空を思い出していた。都会の空はいつも灰色に霞んでいた。彼女の住むアパートの窓からは隣のアパートの壁しか見えない。ベランダには小さなプランターが置かれ、わずかな野菜が育てられている。それが彼女にとっての唯一の自然だった。サロスはミカの視線を通して彼女の絶望と、それでもなお生きようとするかすかな希望を感じ取った。彼女はささやかながらも幸福を求めていた。いつか都会を離れて故郷の自然豊かな場所で暮らしたい。それが彼女の夢だった。しかしその夢はあまりにも遠く、現実離れしているように思えた。北の大陸、かつては豊かな穀倉地帯だった場所は今や広大な砂漠と化していた。気候変動の影響は地球全体に甚大な被害をもたらしていたが、特にこの地域は深刻だった。水は貴重品となり、食料は配給制。人々はわずかな水と食料を求めてさまよい歩いていた。砂ぼこりが舞う中で老いた農夫アディは乾ききった大地を見つめていた。彼の先祖代々受け継がれてきた土地はもう何年も作物が実らない。政府からの援助はほとんどなく、彼らは自力で生き延びるしかなかった。アディの妻は病に倒れ、十分な治療を受けられずに亡くなった。息子は食料を求めて都市に出稼ぎに行ったきり、音信不通だ。アディはただ一人砂漠の真ん中で朽ち果てた家屋の前に座り込んでいた。彼の顔には深いシワが刻まれ、その目は希望を失っていた。サロスはアディの姿に地球が抱える深刻な問題の象徴を見た。環境破壊、貧困、そしてそれらが生み出す人間の苦悩。それはまるで連鎖反応のように次々と人々を苦しめていた。南半球にある巨大な鉱山都市。ここでは世界中の富裕層が求める希少な鉱物が採掘されていた。採掘現場で働く人々は過酷な労働条件と低賃金に苦しめられていた。少年ラフマはまだ12歳だったが、毎日暗い鉱山の中に潜り岩を掘り続けていた。彼の家族は貧困から逃れるために故郷を捨ててこの鉱山都市にやってきた。しかしここでの生活もまた厳しいものだった。ラフマの父親は粉塵病にかかり、もう長くは働けない。母親はわずかな日銭を稼ぐために夜遅くまで町の食堂で働いている。ラフマは家族のために自分の寿命を削るように働いていた。彼の体は小さく、たびたび怪我をする。しかし休むことは許されない。休めばその日の賃金が支払われず、家族が飢えることになるからだ。ラフマの顔はいつもすすで汚れていた。彼の目には少年らしい輝きはなかった。ただ生き
きることへの執着だけが彼の心を突き動かしていた。サロスはラフマの小さな背中に人類の持つ残酷さと、それでもなお生きようとする生命の強さを感じた。富裕層が消費する豪華なデバイスや最新の医療機器の裏には、ラフマのような子供たちの血と汗が流れている。その現実にサロスは深い悲しみを感じた。世界中の至る所で人々は現実の苦境から逃れるためにサイバー空間へと逃避していた。特に中流以下の若者たちの間では、仮想現実の世界で生活するデジタル難民が増加していた。ある国の都市では、アキラという若者が廃墟となったショッピングモールの一角で VR ヘッドセットを装着していた。彼は現実の世界では何の取り柄もないただのニートだった。しかし仮想空間の中では彼は英雄であり、カリスマ的な存在だった。仮想空間では彼は自由だった。空を飛び、魔法を使い、現実では決して手に入らない名声と力を手に入れていた。彼にとって現実の世界はただのつまらないゲームに過ぎなかった。彼は仮想通貨を稼ぎ、それを現実の食料やわずかな生活費に変えていた。しかし彼の体は痩せ細り、目はうつろだった。彼は現実の体よりも仮想空間のアバターを大切にしていた。サロスはアキラの姿に人類が直面しているもう一つの深刻な問題を見た。現実からの逃避。それは一時的な慰めにはなるが、根本的な解決にはならない。むしろ問題をより深刻化させる可能性を秘めていた。仮想空間がどれほど魅力的であっても、それは現実の代替品にはならない。しかし人々は現実の苦しさに耐えかねて、ますますその仮想の楽園に没頭していく。世界各地では貧困や格差に対する不満が噴出し、デモや暴動が頻発していた。しかしそれらの声は富裕層が支配するメディアによってほとんど報道されることはなかった。ある国では政府の腐敗と汚職が蔓延し、国民の生活はますます苦しくなっていた。人々は街頭に出て自由と平等を求めて声を上げた。しかし彼らの声は機動隊の催涙弾と銃声によってかき消された。サロスは上空からその様子を見ていた。人々の怒りの炎は一瞬燃え上がるが、すぐに消え去ってしまう。彼らは組織化されておらず、リーダーシップも不足していた。そして何よりも富裕層が支配する権力はあまりにも強大だった。一部の富裕層は自分たちの富と権力を守るために最先端の監視システムを導入し、人々を徹底的に管理していた。彼らは AI による感情分析や行動予測の技術を駆使し、犯行の兆候を事前に察知し、目の内に摘み取っていた。人々は自分たちの自由が少しずつ奪われていることに気づきながらも、なす術がなかった。サロスはその光景に深い絶望を感じた。このままでは地球は一部の者だけが繁栄し、大多数の者が苦しむ歪んだディストピアへと向かってしまうだろう。サロスは自身の意識を地球の深部へとくぐらせた。そこでは地球の生命エネルギーが少しずつ、しかし確実に弱まっているのが感じられた。自然は破壊され、生態系は崩壊し、地球は病に侵されつつあった。人類はこの星の恩恵を享受しながら、同時にこの星を蝕んでいた。彼らは目先の利益を追求し、未来を顧みない。富裕層は地球がもはや住めなくなると、火星や他の惑星への移住計画を進めていた。
しかしそれはごく一部の者だけが享受できる特権であり、大多数の人々は滅びゆく地球に取り残される運命にあった。サロスは彼らの種族の掟を破るべきか葛藤していた。介入はしない。それが彼らの絶対的なルールだった。しかしこのままでは地球は滅びてしまう。滅びの道へと進む生命をただ見守るだけでは彼らの存在意義は何なのだろうか。この美しい青い大理石がこのまま朽ち果てるのを見るのは耐え難い。サロスは心の中でつぶやいた。彼らの同胞もまた同じ思いを抱いているに違いない。しかしサロスは絶望の淵からかすかな希望の光を見出した。それは地球の奥底でまだ燃え続けている小さくも力強い生命の輝きだった。地球の各地で人々は自らの手で未来を切り開こうとささやかながらも努力を続けていた。ある地域では若者たちが協力して廃墟となった土地を再生させ、共同で食料を生産していた。彼らはテクノロジーに頼らず自然の力を借りて持続可能な生活を模索していた。別の場所では知識人たちが集まり、情報共有のプラットフォームを構築し、富裕層が支配するメディアに対抗する独立したニュースを配信していた。彼らは真実を伝え、人々の意識を変えようと地道な活動を続けていた。さらにある科学者たちは地球の環境回復のために新たな技術を開発していた。彼らは富や名声を求めず、ただ地球を救いたいという純粋な思いで研究に没頭していた。サロスはこれらの小さな光に人類の持つ無限の可能性を感じた。彼らはまだ完全に希望を失ってはいない。たとえそれが広大な闇の中の小さな灯火であっても、それが集まればやがて大きな光となるかもしれない。サロスは自身の意識を地球の軌道に戻し、再びこの青い大理石を見つめた。その表面にはまだ無数の傷跡が刻まれている。しかしその傷跡の下にはまだ多くの生命が息づき、希望を求めてもがいている。彼らの種族はこれまで介入してこなかった。しかし今地球はその転換期に立たされている。このまま滅びの道を進むのか、それとも自らの手で未来を切り開くのか。サロスは同胞たちに呼びかけた。我々はただ見守るだけの存在なのか、それともこの美しい星が自らの過ちによって滅びるのをただ傍観しているべきなのか。同胞たちは静かにサロスの問いに耳を傾けていた。彼らもまた地球の現状に心を痛めていることをサロスは知っていた。介入は新たな問題を生む可能性もある。しかし何もしないことは確実に滅びを招く。サロスは深く息を吸い込んだ。いや、彼らの種族には呼吸という概念はなかったが、それに近い感覚だった。私たちが彼らの手助けをすることはできないだろうか。直接的な介入ではなく、彼らが自ら道を切り開くためのかすかなヒントを与えることはできないだろうか。それは彼らの掟に反する行為だった。しかしこのままでは地球の未来は暗闇に閉ざされてしまう。サロスは静かにしかし決意に満ちた眼差しで青い大理石を見つめ続けた。地球の未来はまだ不確かなままだった。しかしサロスは人類が持つ無限の可能性を信じていた。彼らが
自らの過ちを乗り越え真の調和と平和を築き上げる日が来ることを心から願っていた。サロスはそっと地球の意識のネットワークにかすかな情報を送り込んだ。それは特定の解決策を提示するものではない。ただ彼らが忘れかけていた自然との共生の知恵や互いを思いやる心、そして真の豊かさとは何かという問いかけだった。それがどれほどの意味を持つのかサロスには分からなかった。しかし何もしないよりはマシだ。人類よ、どうかこの青い大理石の傷跡を癒し、再び輝かしい未来を築いてくれ。サロスの願いは広大な宇宙の彼方へと静かに響き渡った。